前回、長期的に値段が上がっていくインフレについて学んだね。お金の価値が減っていくんだよね。見た目は大きいのに中身がないやつ、弾けて大変だったやつ。今回は対になるデフレについてやるけど、こっちも結構大変だよ。デフレは値段が下がることでしょ？やっぱりそれ以上の説明があるの？そうだね。一言で言えば、100円で買えていたものが90円や80円になることです。値下げは嬉しいね。ママはバーゲンとか安売りセールが大好きだよ。じゃあ、デフレと安売りセールが何が違うかっていうことなんだけど、安売りセールはお客さんを呼び込むために一時的に値段を下げることだよね。でも、デフレというのは継続的にどんどん値段が下がっていく現象なんだ。安くなるのはいいことなんじゃないの？みんなきっと買うだろうしさ。そのあたり、今日はいろんな切り口から考えてみようね。継続的にどんどん値段が下がっていくってどういうことなのかという話だよ。そして実際にデフレが発生した1990年代についても話します。まずこんな場合を考えてみよう。値段が下がるとき、きっとみんな買うってさっきハリーくんは言っていたけど、前回のトレーディングカードの話を思い出してみよう。値段が上がるのってどんな時だったかな？需要はどうなってる？みんなが欲しいものは値段が上がるよね。みんなが欲しいってことは需要が上がるってことだ。逆にみんなが買わなくなったら値段が下がるんだよね。安くなったらみんな買うようになるから価格のバランスが取れるんじゃないの？前回やった需要供給曲線だよね。継続的に下がるっていう状況が大事なポイントなんだ。例えば買い物を控えよう。なるべくお金を使わないでいよう。貯金をしようってどんな時かな？お金があんまり手元にないときは買い物しないよね。お仕事してる人だったらどう？お仕事してる人ならお給料が少ないとか？最悪クビになったら買い物どころじゃないよね。僕はその雰囲気が出てきたらもうダメだな。お給料減っちゃう可能性がありますよってなったら我慢するよ。確かに、予兆だけでも不安になりそう。そうだよね。そういう状態を景気が悪化した不景気というね。会社が物やサービスを売ってもあまり儲からなくなると働く人たちのお給料を上げられなくなったり、場合によっては下げたり、リストラ、解雇したりすることが増える。すると人々は将来に不安を感じてお給料が減るかもしれない、仕事を失うかもしれないと考え、買い物を控え、何かあっても大丈夫なように貯金をしようとします。そうなると物やサービスの需要が全体的に減ってしまうよね。確かにその不安よくわかるよ。一時的な不安はもちろんだけど、長期的な未来への不安も需要を減らす要因になるよね。例えば、将来もらえる年金が減るかもしれない。税金が上がるかもしれないとかね。やっぱり将来の不安なく過ごしたいからね。無駄遣いはできないよ。あと例えば、来月になったらもっと安くなるかもって思ったら、今焦って買わないよね。確かに、スーパーに閉店間際に行くと、お惣菜とかお刺身が値下げしてたりするよね。ママがその時間を狙ってお買い物に行くことがあるよ。先生もその時間帯が大好き。あんまりそういうこと言わないで。ともかく、みんなが買い物を先延ばしにするってことは、その瞬間は物が売れなくなる。つまり需要が減るってことか。まだまだあるよ。海外から品質の良い安い商品がたくさん輸入されるようになったら、負けないように日本製品も値下げしなきゃいけなくなるってこと？中国の製品とかすっごい安いもんね。そうなの。これも物価を下げる圧力になります。あと他には新しい技術によって物をより効率的により安く作れるようになることがあってね。これは基本的には良いことなんだけど、これによって物の値段が下がることが他の要因と結びついてデフレの一因になるってことがあるんだ。この頃は電子機器なんかも急速な変化をしていった。例えば携帯電話。1990年代後半に出始めた頃は電話しかできなかったけど、あっという間にメール、カメラ、音楽、テレビまで見れるようになってすっごい勢いで進化したよね。でも新しい機種がどんどん出るから古い機種はただ同然0円で売られたりすることもあった。技術は進むのに物の値段はどんどん安くなっていったんだ。安く買えてハッピーじゃないの？でも、それまで携帯電話を作っていた会社にとっては、新しい会社がどんどん安い製品を出してくると、競争に勝つために、利益やお給料を削ってでも値段を下げざるを得ない状況になったんだ。働く人からすると、喜んでばっかもいられないんだね。
自分の稼ぎを削ってでも安くするなんて元気がなくなっちゃうね。元気がないっていうパンちゃんのイメージはまさにぴったり。そのイメージを持ちつつ、なぜデフレが悪いのかっていう本題に入るよ。いでよ、デフレスパイラル。なんか強そう。スパイラルというのはもともと螺旋っていう意味。こうくるくるっとね、繰り返し何かが起きて悪循環が起きるというイメージを持とう。強そうで嫌なやつだね。まず物を欲しがる人が減ったから値段が下がる。次に値段が下がるとたくさん作って売っても利益が出にくい。だから働く人の給料が減ってしまう。リストラ、働いている人をクビにしたりします。また採用を絞ったりして働く場所が減ったりもする。給料が減ってしまったり、そもそも働けなかったら自由に使えるお金が減ってしまう。お金がないと物を買うのを我慢します。みんなが我慢するからますます物が売れなくなる。仕方ないので会社は買ってもらえるようにもっと値段を下げる。この繰り返し。物価と所得が作用し合って連続で生じる悪循環。これがデフレスパイラル。やっぱり強くて怖いやつ。じゃあこの悪循環が続くとどうなるか。いくつか挙げてみるね。まず一つ目。物が売れず会社の利益が減り人々の所得も減るという悪循環が続くと経済活動全体が活気を失うよね。さっき言っていた元気がない状態ね。国全体の経済力。これ GDP って言うんだけど、これが伸び悩んだり減少したりします。個人だけじゃなくて国全部なの？そうよ。そこが怖いところ。二つ目。借金の負担が実質的に重くなる。例えば100円で買えたものが90円で買えるようになったら同じ100円玉でも以前よりたくさんの価値を持つようになったと考えられるよね。つまりデフレはお金の価値が上がる状態とも言えるんだ。お金の価値が上がるっていうと良いことのように聞こえるけど。で、ここで問題なのが借金。100万円の借金をしたとします。デフレが進んでお金の価値が上がると借りた当初の100万円よりも返す時の100万円の方が実質的な価値が重くなってしまうの。金額は変わらないのに、そっか、チョコ1個の時と同じ考え方をすればいいんだね。チョコは大きくなったんだ。そうです。これはお金を借りている企業や個人にとっては返済の負担が増えることを意味するんだ。チョコ1個やラーメンならいいけど、住宅ローンのような大きな借金をしている人たちにとっては深刻な問題になるよね。給料が減ったら住宅ローンの返済も大きな負担になって最悪返せなくて家を手放さないといけなくなることも。企業も借金返済の負担が重くなると新しい投資などにお金を回しにくくなる。将来物を作っても高く売れないだろう。儲からないだろう。ってね。そんな後ろ向きに考えたら何にも挑戦できないじゃん。まさにそれよ。挑戦するの怖いよ、損したくないよって感じ。投資意欲の低下っていうんだ。かっこよく言ってもごまかされないぞ。で、当然業績は悪化するからリストラでクビになったりして失業者が増える。仕事がない人の割合が高い社会になる。デフレは単に物が安くなるというだけじゃないこと。伝わったかな？安くなるのはいいことなんじゃないとか気軽に言って反省してるよ。デフレは経済全体に様々な悪影響を及ぼし、人々の生活を苦しくしてしまう可能性がある。経済にとっては困った状態だと言われているんだ。でもさ、そんな困った状態になんでなっちゃうの？手前で止めればいいじゃん。そのあたり、日本でなんで起きたのかを説明していこう。前回のインフレの説明の最後を覚えてるかな？すっごく土地の値段が上がった話だったよね。確か東京23区とアメリカの土地の値段が同じになっちゃったって。そんなのおかしいのにね。お金も土地を買うためにバンバン借りれたんだよね。一気にその基準が厳しくなってお金が借りれなくなったって。恐ろしい。そうよ。それまでどんどん土地の値段が上がっていったけど、銀行が土地を買うためのお金を貸さなくなったので、土地の値段が下がってしまったって話だったね。そういえばどうなったの？今回は気になるその後を話そうね。1990年代から2012年頃までの20年間ぐらいのお話です。ちょうど僕たちが生まれる少し前だね。多くの人や会社が高い値段で買った土地が売れずに抱えたまま、借金を返せない状態になってしまいました。借金を返せなくなった人は破産するしかない。
会社なら倒産。借りた側が困るのはそうだけど、貸していた側だってもちろん困る。そりゃそうだよ。だって、億単位のお金が返ってこないってことでしょ。しかも担保にしていた土地の値段だって、貸したお金よりぐーんと価値が下がっててさ。そうなの。貸していた側である銀行などの金融機関は大弱り。損をしてしまったその金額がすごい。だって、あんなに小さい東京23区の土地がアメリカ全土と同じ金額まで膨れたんだもんね。その膨らんだ部分が全部損失ですって言われたらえげつないよ。そのえげつない金額なんと237兆円。とある金融機関によるお試し計算だけどね。調査によって違ってて50兆円とも100兆円とも言われてるよ。一番小さい50兆円でもだいぶだよ。金額が大きすぎてイメージが追いつかない。2000年の日本の国家予算が60兆円だよ。国家予算が吹き飛ぶね。これは国全体の話だから一つの金融機関に絞った見方もしてみよう。1997年に経営破綻した北海道拓殖銀行は約9300億円。翌年に破綻した日本長期信用銀行はなんと 4.7 兆円が不良債権。つまり返ってこないお金になってしまいました。個人が破産して会社倒産して金融機関が国家予算以上に損したってえげつないにも程度がある。それだけじゃ収まらないところがこのデフレの怖いところよ。まだあるの？お金が返ってこなくなったので銀行にお金を貸す余裕がなくなっちゃったんだ。銀行ってもともと世の中のお金の量を増やす役割を担ってるの。チョコの話で言うとチョコを1個から2個にしようって決めた先生の役目だね。そうだよ。その先生がね、チョコ配るのはやめましょうって。急に困るよ。だって今までのチョコ交換ルールでみんなうまくやってたのに。現実も同じよ。銀行がお金を貸さなくなったら世の中に流れるお金の量が減る。会社はお金を借りてビジネスをしたくても貸してくれないので新しいことを始めることができない。利益が出なくなったこと、お金が借りれないことで多くの会社が潰れたり経営状態が悪くなりました。仕事を失った人も大勢出たし、新しい人の採用を控えるように。このタイミングで大学を卒業して社会人になった人からは就職先が見つからない人が続出したの。こんな時にお仕事見つからないとか困る。そうなの。せっかく大学を出ても就職できなかった。たくさんの人がアルバイトや派遣社員っていういつクビになるかわからない収入が安定しない仕事に就くしかなかったし、そういう仕事だとなかなかスキルも身につかない。この時期を就職氷河期と呼ぶよ。氷河期って凍え死んじゃうよ。仕事がなかったり収入が低いと需要が不足するよね。不安定な世の中では何が起こるかわからないからお金を使うより貯めておこうとする。ますます人は物を買わなくなってく。物の値段が下がる。さっきやったデフレスパイラル。そう。こうやってデフレスパイラルがバブル崩壊後の日本で発生したんだ。そんな世の中だと企業も新しい製品を作るよりも安く物を作ることを優先する。コストをとにかく下げる。人件費を下げる。社員を減らしてアルバイトに置き換えようとか、日本の工場をアジアとか海外に移して現地の安い人に働いてもらおうとするとか、他に外国から安く輸入しようとか。例えば1990年代といえば100円ショップが出てきたよ。100円ショップで有名なダイソーは1991年にお店を出店してから急激に拡大して1998年には1000店舗まで拡大したんだ。セリアとかキャンドゥとかもこの時期に出てきた会社です。100円ショップいいよね。学校で使うものも大体ここで買えるしさ。100円ショップは中国をはじめとしてアジアで安い価格で製品を作って日本で販売するようにしたんだよ。安い商品を大量に売ることで利益を出していくんだ。この時代はいかに安く売るかに注力していた時代だったんだ。ただ安く売るためには削れるコストは徹底的に削る。そこでターゲットになったのが働く人のお給料なんだ。クビになったり会社が倒産したりするよりは働けるだけマシだろ。物の値段が下がってるんだから給料を上げなくたっていいだろう。誰でもできる仕事は給料が安くていざとなったら解雇しやすいアルバイトに任せよう。当時の企業はそんな風に考えるようになっていったんだ。働く人には厳しい時代だった。前に話したマクドナルドのハンバーガー59円もまさに時代にマッチした商品だったんだよ。ごめんなさい。ハンバーガーもう今のお値段でいいです。でもさ、何か対策立てたりはしたんでしょ？
もちろん日本政府としてもこのままじゃいけない。もっとお金を使おう。仕事を生み出そう。働いてお金を稼ぐんだという目的で公共事業をさらに積極的に行ったんだ。当時の政府は10年で630兆円というお金を使う目標を立てて、道路を作ったり、港を整備したり、建物を建てたりしようとしたんだ。おかげで高速道路は日本中でいっぱい整備されるようになりました。そうか、小さい額じゃ焼け石に水だもんね。でっかくドーンといったんだね。そのお金ってどうしたの？景気対策のお金を工面するために大量の国債を発行したよ。当時の国債発行額は600兆円。国債というのは国の借金のこと。1999年に総理大臣だった小渕恵三首相は自らのことを世界一の借金王と話したことが話題になったりもしました。そんなに？それに関係しているんだけど、日本銀行は金利を 0% 近くまで引き下げました。これによってお金を借りても利子はほんのちょっとしか発生しない。政府も国債をいっぱい発行するし、企業も個人ももっとみんなお金をいっぱい借りて、企業は新しい機械を買ったり、ビジネスを立ち上げたりしよう、応援するよってこと。ゼロの数で応援する姿勢はいいね。1000円だけじゃエンジンかからないもん。で、どうなったの？でもこうした公共事業やゼロ金利政策をもってしても、デフレの進行を完全に止めることは難しくて、これ以上ひどくならないように抑えるのが精一杯だったんだ。例えば金利をゼロにしても貸し出しは全然増えなかった。銀行はバブルの時にいろんな人に見境なくお金を貸しすぎてお金が返ってこなくなって大ダメージを受けました。今後貸す場合も本当に返してくれるかどうかをしっかり見るようになったの。つまり本当にお金が必要で困っている会社には貸さなくなったし、返す余裕があっても借りる理由などがしっかりしないと貸さなくなった。確かに返してくれない人には貸せないけど、でも困ってる時にこそお金を借りたいんじゃないの？一方、企業側も新しいことを始めるためにお金を借りても失敗して返せなくなっちゃったら潰れちゃうから、どんなに金利が低くても借りるのには後ろ向き。借りる方も全然お金を借りようとしない。貸す方も貸したがらない。ちっともお金が流れないし、量も増えない。こんなことをしていたらいつまでもインフレになることはない。一度なったら止まらないんだね。デフレ本当に怖い。それからの日本はずっと経済的に成長しない時代が続くことになります。その間にリーマンショックをきっかけとする100年に1回って呼ばれた世界同時不況や東日本大震災を経験するなど、社会的にも経済的にもダメージを受けました。派遣などの非正規雇用も制度として社会に定着し、格差はますます広がっていくという、もう何も楽しい話がない。次回はデフレインフレの最終回。日本がこの後どういう流れで脱デフレしていったのかを話していくよ。こんな暗いとこで終わらないで。